皆さんこんにちは、アンリです。今日はクロードコードを使っているすべての方に今すぐ知っていただきたい超ホットなニュースを一次ソースまで遡って完全に解説していきます。結論からお伝えします。クロードコードの週間利用制限が2026年7月13日までの期間限定でなんと 50%、 つまり 1.5 倍に引き上げられました。プロマックスチーム座席ベースのエンタープライズに加入している方全員が対象で、オプトインの設定も一切不要、すでに自動でアカウントに適用されています。これだけ聞くと、ちょっと制限が緩くなったんだなで終わってしまうのですが、実はこれアンソロピックがこの1週間で打った3連続のレート制限拡張の3発目で、しかも背景には先日発表されたスペース X との巨大データセンター提携があり、さらに同日にプログラム使用専用の月間クレジット制度の開始も発表されているという戦略パッケージなんです。今日はこの一連の動きを、何が変わったのか、なぜアンソロピックは今これができるのか、7月14日以降どうなるのか、日本のユーザーは何をすべきかの4本柱で深掘りしていきます。クロードコード、クロードプロ、クロードマックスのいずれかを使っている方は最後まで聞いていただくと、7月13日までの2ヶ月間でやるべきことが明確になるはずです。それではパート1、何が変わったのかを正確に整理します。今回アンソロピックが発表した内容は、クロードコードの週間利用制限を 50% 増加させるというものです。1.5 倍と読み替えてもらって構いません。対象プランは4つで、プロ、マックス、チーム、座席ベースのエンタープライズです。残念ながら無料プランは対象外です。期間は2026年7月13日まで、つまり今日2026年5月14日から数えるとちょうど2ヶ月間のブースト期間ということになります。ここで皆さんもしかすると勘違いされている方がいるかもしれません。あれ、つい先週もクロードコードの制限が緩和されたって聞いたぞ。その記憶は正しいです。むしろその先週の発表と今回の発表は別物として理解する必要があります。これがパート2、3連続レート制限拡張ストーリーの整理です。まず2026年5月6日、アンソロピックはスペース X との大型コンピュート契約締結と同じタイミングでクロードコードの5時間レート制限を2倍に引き上げると発表しました。プロ、マックス、チーム、エンタープライズの全プラン対象です。さらに同日、プロ、マックスプランのピークアワー制限、つまり混雑時間帯の追加制限を完全撤廃しました。9to5Google など海外メディアでも大きく報じられました。ここがとても重要なポイントなのですが、この5月6日の2つの変更、5時間制限の2倍とピークアワー撤廃は永続的な変更です。期間限定ではありません。一方、今回の5月14日の週間制限 50% 増は7月13日までの一時的なブーストです。何が高級で何が一時的かを混同しないでください。整理すると、5時間制限が永続2倍、ピークアワー撤廃が永続、週間制限 50% 増が7月13日まで、この3つが同時に効いている状態が今のクロードコードなんです。しかもこれらは別々の制限軸なので、互いに上書きするのではなく累積で効きます。5時間ごとのリセットでは普段の2倍、その上で1週間で使える総量も普段の 1.5 倍、ピークアワーの追加制限はそもそも存在しないというトリプル開放状態です。ハッカーニュースのコメント欄でもこの3連続拡張をアンソロピックのキャパシティ自信の表れと評価する声が大半でした。ではパート3、なぜアンソロピックは今これができるのか、ここを掘り下げます。鍵を握るのは2026年5月
6日にアンソロピック公式ブログで発表されたスペース X のコロッサス1データセンター全コンピュート確保の提携です。数字で言うと300メガワット超の新規キャパシティ、22万を超える NVIDIA の GPU、そしてこの規模のコンピュートを1ヶ月以内に利用可能かというスケールです。22万 GPU という数字は現在世界に存在する単一 AI クラスターのコンピュートとしてはトップクラスの規模です。これは1社で確保した量としては業界最大級と言って良いレベルで、提携発表からたった1週間で5時間制限を2倍にし、さらにそこから1週間で週間制限を 1.5 倍にするという積み増しがなぜ可能だったのか、コンピュートが先に確保されていたからと読み解けば筋が通ります。しかもスペース X との提携はパッケージの一つに過ぎません。アンソロピックは同日に他社との大型提携も合わせて公表しています。 Amazon とは最大5ギガワット、2026年末まで201ギガワット利用可能か、 Google プラスブロードコム連合とは5ギガワット、2027年からスタート、マイクロソフトプラス NVIDIA とは300億ドル相当の Azure キャパシティ、そしてフルイドスタックとは500億ドル規模の米国 AI インフラ投資、地域別にはアジアと欧州にコンプライアンスとデータレジデンシー対応のインフラ展開も明言しています。つまりクロードコードの制限拡張は単なるサービス改善ではなく、アンソロピックがこの2016年に確保した巨額コンピュートをユーザー体験への還元として配り始めたと読むのが正確です。これがパート3、コンピュート資源面から見たマクロ背景です。ではパート4、同日発表のもう一つの重要施策、プログラム使用専用月間クレジットを解説します。アンソロピックは今回の週間制限 50% 増と同じ日付で、2026年6月15日からプログラム使用専用の月間クレジット制度を開始すると発表しました。これは何かというと、これまではクロードコードの対話的な利用とクロードエージェント SDK や GitHub Actions を使ったプログラム的な大量利用が同じ制限バケットに入っていました。その結果、プログラム経由で重い処理を回すと肝心の対話タスクで使いたいタイミングに制限到達してしまうという声がユーザーから上がっていたんです。そこでアンソロピックはプログラム仕様を別バケットに分離するという対応を打ちました。月クレジット額はプランごとに、プロが20ドル、マックスの低い方が100ドル、マックスの高い方が200ドル、チームスタンダード、プレミアムは1人当たりの設定です。対象機能はクロードエージェント SDK、GitHub Actions、サードパーティーアプリ等、合計4種類のプログラム経路です。タイムラインは、まず2026年6月8日にクレジット請求のためのメールが発送され、2026年6月15日に実際の適用が始まります。挙動としては、月クレジットを使い切ったら使用クレジット、つまりユーセージクレジットに自動で切り替えて継続することも、オフにして月初リセットまで一時停止することもユーザー側で選べる設計です。ここでパート5、競合との位置取りを冷静に見ておきます。ブリッジマインドなど業界アナリストの評価によれば、今回の3連続拡張でクロードコードはオープン AI のコーデックスにレート制限の面で完全に並んだと整理されています。ここ数ヶ月、コーディングエージェント領域ではコーデックスがリリース時のレート制限の寛容さで先行し、カーソルは月額固定でリミット気にせず使える設計で広がり、 GitHub コーパイロットは大企業導入で安定するという三者定律の中、クロードコードは品質は最高、でも制限がきつくてマックスを解約したという声が一部にありました。今回のトリプル開放でクロードコードはこの制限がきついというネガティブ評価を一旦白紙にし、品質と量の両立を打ち出したと業界では受け止められています。ハッカーニュースにはマックスを解約したけど戻ろうか迷っているというコメントが散見されます。ではパート6、批判的視点を3つ正直にお伝えします。1つ目、7月13日までという期限のリスクです。期間限定ブーストはその期間中にユーザーにこれが標準と思わせてしまう効果があります。7月14日以降、
もし制限が元に戻ると定着してしまったユーザーががっかりして解約に向かうリスクがあります。アンソロピックが期限到来前に延長または恒久化の判断を発表できるかが信頼度の試金石です。2つ目、プログラム使用クレジット分離は実質値上げではないかという疑問です。プロ20ドル、マックス100ドル、マックス200ドルというクレジット額は月額料金とは別バケットとはいえ、これまで対話と兼用で消費できていた枠が6月15日以降は対話用と完全に分かれます。重い自動化ワークフローを回しているユーザーは結果として支払い額が増える可能性があります。6月15日以降の自分の使用パターンと実際の請求額を必ず付き合わせる必要があります。3つ目、無料プラン除外によるフリーミアム戦略の変質です。これまでクロードは無料プランから入って気に入ったらプロ、マックスへとアップグレードしていく王道のフリーミアム戦略を採用してきました。今回の3連続拡張はいずれも無料プランは対象外です。コンピュート不足の局面では合理的な判断ですが、フリーミアムの入り口体験は明らかに弱くなるという構造変化が生じています。新規ユーザーをどう取り込むのか、アンソロピックの次の一手を注視すべきです。ではパート7、日本ユーザーへの具体的アクションを3つ提案します。1つ目、今週から習慣制限を意識せず重い作業を回してください。5月14日から7月13日までの2ヶ月間、クロードコードは普段の 1.5 倍働けます。リファクタリングの大物、大規模なテストカバレッジ底上げ、ドキュメント整備、過去スクリプトのモダン化など、普段は習慣制限が気になって着手できなかった重量級タスクをこの2ヶ月間に集中して投げてください。5時間制限も2倍になっているので、1セッションあたりの作業量も実質2倍以上です。2つ目、6月15日までにクロードエージェント SDK と GitHub Actions の使用パターンを把握しておいてください。プログラム使用クレジット分離は6月15日に始まります。それまでに今自分のプログラム経由消費がどのくらいなのか、月20ドル、月100ドル、月200ドルのクレジット額に収まるのか、足りない場合はユーセージクレジットへの自動切り替えをオンにすべきか、判断材料を揃えておく必要があります。今のうちにダッシュボードで日時消費を可視化しておくと、6月8日のメールに慌てずに対応できます。3つ目、7月13日以降のアンソロピック公式発表を必ずウォッチしてください。週間制限 50% 増が恒久化されるのか、元に戻るのか、別の形で継続されるのか、これは皆さんのマックス継続判断の分岐になります。アンソロピック公式ブログ、アンソロピック公式 X、CEO ダリオアモデイの SNS 発信を7月初旬は集中的にチェックすることをお勧めします。今日のまとめです。クロードコードの週間利用制限は2026年5月14日から7月13日までの期間限定で 50%、つまり 1.5 倍に増加しました。プロ、マックス、チーム、座席ベースエンタープライズが対象で、無料プランは対象外、オプトイン不要で自動適用されます。背景はスペース X コロッサス1の 300MW、22万 GPU に加え、Amazon、Google、ブロードコム、Microsoft、NVIDIA、フルイドスタックとの巨額提携でコンピュート確保が前段にあります。同日発表で6月15日からプログラム使用専用月間クレジット制度も開始。これは値上げか効率化かは6月15日以降の自分の請求書で確認というスタンスです。批判的視点としては、7月14日以降の挙動、プログラム使用クレジット分離が実質値上げかどうか、無料プラン除外によるフリーミアム戦略の変質、この3点が今後のウォッチポイントです。アクションは2ヶ月間で重量級タスクを一気に片付ける、6月15日までに自分のプログラム経由消費を把握する、7月13日以降のアンソロピック発表をフォローする、この3つです。今日の内容で
もっと深掘りしてほしいと思ったテーマがあればぜひコメント欄で教えてください。クロードエージェント SDK の実装例、 GitHub Actions の活用パターン、競合ツールとの詳細比較など次回以降の動画でさらに踏み込んで解説していきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければこうした AI プラットフォームの大きな動きを見逃さずキャッチできますよ。それではまた次の動画で